はよう、今日も楽しんでいこう。皆さんこんにちは。今回の動画でも22歳からサッカーを始めてプロを目指すヒカル選手にインタビューさせていただきます。ヒカル選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカー3年目にして25歳の冬、ヒカル選手はトルコのイスタンブールに降り立ちました。ただし水野はトルコ国内でアンカーして抜いプロサッカー選手を目指すためのトルコ移住です。どのような心境でしたか？やってやるぞーという気合の入った感じと、あとはチームを探さなければという焦りもありました。あとは早くサッカーがしたいなという楽しみな気持ちです。はよう、今日も楽しんでいこう。そして誰も知っている人がいない、見慣れない土地、全く知らない言語を話す人たちを見て少し不安な気持ちにもなりました。トルコ移住にあたってまずは家を確保する必要がありますね。どこに住みましたか？イスタンブールのゲストハウスに住みました。10人部屋で風呂なしシャワーのみ、1泊600円くらいの激安&ボロボロな場所でした。ルームメイトにはばっかり吸っている不法滞在者から旅人、学生までいろいろな人、国際色豊かで癖の強いメンバーでした。そうなんですね。サッカーチームはどのように探しましたか？海外サッカー挑戦というとエージェントを使ってチームを探す選手も多いですよね。エージェントを探しましたが、トルコにコネクションがあるエージェントはいなかったので、結局エージェントは使いませんでした。インターネットを使って自分でチームを探して、片っ端からメールや SNS で連絡をしました。俺は日本のサッカー選手だ。あなたのチームに入りたいから練習参加させてくれと10チームくらいに連絡して、1つのチームから返信が来たので、そこに練習参加をしました。練習参加した結果どうでしたか？トルコ7部リーグに所属しているチームに練習参加しました。週3回トレーニング、週1回試合のチームです。1週間ほど練習参加したところで、明日からもう練習に来ないでくれと言われました。練習参加した感じ、自分の実力的にもこのチームで活躍できるレベルではなかったです。おはよう、今日も楽しもう。他の練習参加している選手はトレーニングウェアを提供されているのに、俺だけ提供されず、くっそー、舐められてるなぁと感じていました。そういう状況でもなんとか入団しようと食らいついてプレーしていたところでの戦力外通告だったので、やはりショックでした。一緒に練習参加していたトルコ人の友達やルームメイトのシリア人のおじさんに慰めてもらっていました。ヒカル、大丈夫だ。お前を必要としてくれるチームがきっとあるって。入団を断られてしまったので他のチームを探す必要があります。どのように探しましたか？メールや SNS でチームに連絡しても返信が来なかったことも多かったです。当時はどうやったらチームに入れるか分からず手探り状態だったので、街中でチームを紹介してくれと人に話しかけまくったり、サッカー場やスタジアムを探しては中に入って練習参加の交渉をしていました。当時のヒカル選手はトルコのサッカー事情を知らなかったため、トルコ一部のチームカシムパシャにも現地アタックをしましたね。その通りです。ゲストハウスで出会ったトルコ人に、俺はサッカーをしにトルコに来た。この辺にサッカーチームがあったら紹介してくれと言ったら、カシムパシャを紹介されました。おはよう、今日も楽しんでいこう。
美味しいご飯をいただきます。弱いな。見て。現地に行ったらスタジアムがやけにでかい。当時カシムパシャは初めて聞いた名前のチームだったし、南部リーグのチームかも知りませんでした。おお、こんなところで参加ができたら最高だと興奮しながらスタジアムのスタッフに話しかけました。もちろん断られました。当時のヒカルさんはトルコ語を話せませんでした。どのようにコミュニケーションをとっていましたか？おはよう、今日も楽しんでいこう。トルコ入国後、トルコ語を勉強しまくりました。でもそんなすぐ話せるようにはなれなかったので、スマホの Google 翻訳と、あとはパッションで交渉しました。本気になれば目力とか雰囲気で気持ちは伝わると思います。次にトルコ6部のチームに練習参加しましたね。練習参加はどんな感じでしたか？トルコ6部は当時の自分にしてはレベルがかなり高かったです。そして俺のコンディションは最悪でした。6部の練習参加の2日前まで7部のチームに練習参加していました。練習後はラントレがあったのですが、サッカーでアピールできなかったから走りでアピールしようと超全力で走っているうちにもも裏がつるような感覚がありました。今までの人生で肉離れは一度もしたことがなかったので、この筋肉がつるような感覚が肉離れの予兆だとは気づきませんでした。そのうちにもう練習に来なくていいと言われ、7部のチームを去りました。そして2日後の6部の練習参加中にもも裏を肉離れしました。激痛でした。いただきます。やばい、ちょっと待ってと言い、もも裏を押さえピッチの端まで行きました。監督にもう帰っていいよと言われ、練習参加は終わりました。絶望と屈辱でした。さて本日ジュネスマン目白男髪で髪を切っていただきます。これがビフォーです。それでは行ってまいります。今日はジュネスマン目白男髪に来ました。俊介くんにかっこいい髪型に切っていただきました。引き続きカットモデル募集中らしいです。かっこいい髪型にしてくれてありがとう。ありがとうございます。海外チームのトライアウトとか練習参加あるあるですが、コンディション調整は難しいですよね。難しかったけど気をつければ調整できました。当時の俺は飛行機で十何時間も座っていた上、現地に着いてからは1週間ほどは走らずボールも触らず歩き回ってチームを探し続けました。で、今日の夜練習参加していいよと夕方に突然連絡が来て、急に練習参加しました。そこから心も体も鬼のように追い込む練習参加です。気持ちだけは準備できていたけど体は準備できていませんでした。トライアウトとか練習参加って体だけじゃなくて心も疲れます。言葉が通じない中、自分をどうアピールするか、チームに貢献するか、コミュニケーションを取るかを全力で考えます。差別されることだって練習に入れてくれないことだってあります。一番精神的にきつかったのは、紅白戦で俺だけ入れてもらえずピッチの周りを走っておけって言われて走っていた時です。そんなストレスと緊張感の中、ただでさえサッカーが下手な俺はサッカーでも 120% の力を発揮する必要があります。思った以上に体に疲労が来ていました。そして人生初の肉離れをしました。普段の練習からでもこれくらいの緊張感とか本気度でプレーすることが重要だと感じました。
次回もトルコ編続きます。ヒカル選手はトルコのチームに入団できるのでしょうか。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。